はい、こんにちは。タモンマルのアンコレ、タモンマルです。本日もカンコレのね、イベント攻略をやっていきます。本日は第2輸送作戦、ついにここに来てしまいましたという感じもしますが、ね、ここを乗り切らないと攻略できないので、もうね、突破するための準備をしてきました。多分ね、大丈夫だと思いますけども、頑張ってね、攻略していきたいと思います。それでは作戦の内容からご説明したいと思います。今回は、輸送作戦にはなってるんですけども、ボスからね、勝利取らないといけないということが一つネックになります。ちょっとコメントがね、長いと思うんですけど、はい。今回は、TP が900ということですけども、通常の戦闘は1回しかないんですが、空襲が、都合4回もあるということで、大変道中が厳しくなっております。空母93、今日もツコメありがとうございます。今日はちょっとね、いつもとちょっと様相が違うマップをやらなければいけないので、十分用意はしてきたんですけども、それでもね、ちょっとクリアできるか正直怪しいなとは思っています。でもね、ここまで来ましたので、全力で当たって砕けろって感じでいきたいと思います。そして編成の方は、戦艦空母は出せません。従順系を1隻、2隻以上もそれるそうなので、航空巡洋艦と、あとは水上機母艦の編成で、制空地をね、確保する格好になります。第2艦隊の方には軽巡2隻が可能なので、アブクマとかね、アトランタも候補に入るかなとは思うんですけど、ここはちょっとだいぶ変更したりもしました。で基地航空隊に関しては、戦闘機体を2つと、あとは、ユーマスもね、ちょっと警戒時に出るらしいんで、ここにも基地航空隊を出そうかなとは思ってます。ボスはね、駆逐臨世紀、走行は290と、前回の前段作戦、最終ボスだったこともあってね、正直、もうしばらく会いたくなかったんですけどね、出てきちゃったからには、突破のためにも、全力でね、当たっていきたいと思います。なかなかちょっと攻撃もね、この子の相手だと、天才機がね、落とされちゃうんで、基本的には、ボス戦には決戦支援と、あと、第二艦隊、これで勝負するつもりです。基地航空隊はもう完全に道中の支援を出すという格好にします。ただそれでも、警戒陣でやられてしまうと、攻撃がね、通らない可能性が高いので、その時はね、あと、幹部たちの、最後は頼っちゃうのかななんては思います。いろいろね、ギミックなんかも必要だと思うんですけども、ここはまずは突破を図っていきたいと思います。それでは編成の方を紹介したいと思います。
第一艦隊は、水上規模艦の日清、そして、軽巡のアトランタ、駆逐艦の朝潮、海風、長雨、あられですね。この6名での出撃になります。装備はこんな感じにしております。わしゃこう見えて足が速うて装備もようけ積めるけかなりの優秀感じゃねの前回も、制空担当してもらったんですけども、今回も完全に水上戦闘機を、フルに搭載して、制空地のね、担当っていう風な感じになっております。そして、駆逐艦の4艦は皆同じ装備にしております。司令官、年末大掃除ですか？了解です。荒潮と一緒に拭き掃除から始めます。年末の大掃除ですね。まず司令官の机から始めましょう。今日は自分の部屋の掃除もしたりもしましたけども、駆逐艦、今回の4名すべてダイハツを積むことができますので、すべてダイハツ搭載、あと、機銃を搭載しております。もしかして野戦だったら私はパス。そしてアトランタには今回ね、第一艦隊の方に入ってもらっています。こちらの対空能力はもう説明の必要がないくらい強力なのでね。これはこれで。あと、スロットに、放射装置をちょっと入れてみました。これが正しいかどうかはわかりません。もし状況があんまり良くないのであれば、基準に変えるかもしれないんですけど、基本的には第一艦隊はこんなようにしております。そして、第二艦隊ですね。こちらは、軽巡の阿武隈、そして夕張ですね。航空巡洋艦の熊野。駆逐艦からは長波、島風、沖波の3人に出てもらいます。今回のイベントでも初めてですね、長波と、島風のね、この海域では、やっぱり存分活躍が見込めますので、積極的に起用していこうと思います。阿武隈と熊野のね、本イベント初めての登場となります。装備もね、こんな感じにしております。第一水雷戦隊の阿武隈も、大掃除ね、頑張っていますね。もう魚雷を、もう満載と。どうしてもね、先制攻撃。これで叩かないことには、先に進めそうにないので、まずは阿武隈に関してはもう先制攻撃の核となってもらうための装備になっております。ワンオフの魅力、十分感じてね。そして、夕張もですね、阿武隈同様の魚雷の性能を最大限活かせるような。そして、野戦もね、やっぱり最終的にはとどめを刺す必要になるので、照明弾を持たせています。何？田中少将の話？彼は本物でしょう。戦上手の生き方ベタ、いいよね。そして、長波には、連撃装備。あとは、機銃ですね。本来はね、カットインができるだけの運の値、もうちょっとあれば、というふうに思ったんですけど、まずはこれでね、様子見かなという感じになります。提督、おはようございます。はい、島風、おはようございます。というね、島風、活躍をかなり期待してます。連撃装備の、機銃、そういうスタンダードな装備にしております。
まあ、一応ね、この12.7センチ連装砲 D 型買いに、まあ一つだけマックスね、作っておりましたけどね。まあ、島数に今回は、この切り札を持たせて、活躍をしてもらいたいと思います。1年間お世話になった道具の手入れやお掃除、楽しいですね。司令官はお掃除、あまりお好きじゃないんですか？そして沖波を今回は選んでみました。まあ、この子もね、この自分の専用装備 12.7 センチ連装砲 D 型解散、まあ、これを装備することによってかなりの火力が見込めますのでね、きっと活躍してくれるでしょう。あら、提督、熊野に何かご用？はい、そして最後は熊野になります。装備の方は野戦を意識した野艇、照明弾、あとはもう対空戦のための90ミリ単装光学砲、21号対空電弾回、そしてスロットには8センチ広角砲回の増設機銃。私が今持てる最高のね、対空と野戦装備すべて詰め込みました。はい、今のに関しては、単年サポート役ということになりますね。まあ、艦隊の方はこんな感じで進むとなります。そして支援艦隊の方は、こちらですね。空母蒼龍、戦艦の本国比叡、春名、そして駆逐艦からは、かげろう知らないという布陣になっています。装備の方もこんな感じにしていますね。エクサ隊の整備に支障が出ちゃうから、後で。エクサ隊ね。エクサ隊ちょっと今日はね、出番がないかもしれないんですけど、まあ、私が持っている優勢の601航空隊、まあ、これをすべて装備に名付ける形の編成になっております。今年ももうディセンバーね。早いものですね、提督。鎮守府も大掃除ですか？私に任せるです。今後はいつも軽く振る舞ってくれるのでね、まあ、それで助けられているところも多いんですけどもね。本郷に関しては、まあ、主砲さんの転換済みという。まあ、これはみんな、戦艦部隊みんな同じなんですけどね。まあ、多少でも命中率が上がればと思って、35.6 センチ連装砲、介入を装備はさせてあります。はい、司令。大掃除ですね。お任せください。比叡、雑巾がけも気合い入れていきます。とりゃー、それ反転、とりゃー、よし、きれい。よし、綺麗。よくこういった時はね、あなたも綺麗という感じでね、返したりするんですけども、比叡も主砲3、転換済みというね、支援の体制をとっております。提督、大掃除の季節ですね。提督のお机、春菜がお掃除します。はい、引き出しの中もきちんと整理しておきますので、お任せください。提督？引き出し、提督？春菜にもね、今回頑張ってもらいたいと思います。主砲さんの転換。そう。まあ、提督の机は、私がね、自分で掃除するので大丈夫ですよ。はい。かげろうの出番？やったかげろう、出番が来ました。まあ、今回のイベントではまだ出演機してないんですけどね。今回はちょっと、道中のね、厄介なね、敵がおりますので、もう、
支援艦隊にメールを入れてみました。電炭さんの装備となっております。お掃除か。します。司令、何ですか？知らぬの掃除に何か落ち度でも？はい。そして、同じく影楼型から知らぬですね。電炭さん。こんな感じの、防虫支援艦隊になります。そして、決戦支援艦隊の方は、飛竜。今回ね、出します。戦艦部隊も、大和、武蔵、アイオワ。駆逐艦からは、影楼型から黒潮、そして親潮の編成となっております。装備をね、ちょっとかなり、重めの装備にしてあります。敵空母が現れましたか？飛竜も、まだね、今年終わってないけども、本当に今年1年お世話になりました。でもね、まだイベントも途中なんで、もう力を貸してください。カモン丸からのお願いです。航空隊は天山の、物長隊、村田隊、そして、流星の601航空隊のうちの関西機の精鋭部隊ですね。これを預けていきます。もう、ホテルなんて言わせませんよ。そして、大和型をね、ここでもう出していきます。支援の方は、火力はね、203と、十分だと思います。あとは、命中率の方をちょっと考えて、35.6 連装回をね、装備して、電炭も水上電炭回装備してみましたので、だいぶ命中率がね、上がっちゃうんじゃないかなと思いますけどね。これにも期待します。どこを見ている？そこは特に変わってないぞ。そして武蔵ですね。もうね、火力235は圧巻ですね。もうこれしかないっていう感じで積んでしまいました。スロットもスローもありますので、電炭がちょっと一つ余計に積めるっていうのも、ポイントかなと思います。これにも期待です。シャープリー？いいわよ。そして、アイオワですね。火力は大和型にちょっと、劣るところはあってもですね、装備の命中性能とかね、これで十分すぎるんですけどね。回収しているこのマーク7の手法もすべて、自前のものですけども、アイオワにも、ね、ぜひとも活躍してもらいたいと思って出撃となります。もう今年もおしまいっちゅうことや。大掃除せな、大掃除。はい、黒潮もね、一番お世話になったかもしれませんが、またね、力を貸してください。同じく影楼型からの選抜となります。装備も33の水上電炭、6つ積みですね。もうかなり期待です。黒潮さん、用意はいいですか？第15駆逐隊、準備万端です。はい。そして、親潮、第15駆逐隊ですね。潮とのコンビで、今回は出撃してもらいます。こちらも33号水上電炭、積みでの編成となります。今ね、私が持てる、最大の攻撃力出せる、カンムスとその装備、反対の方は、こんな感じで、出撃をしたいと思います。そして最後にね、基地航空隊の方も紹介していきたいと思います。作戦計画概要をご説明します。第一航空隊は制空担当ということで、艦船ですね。自然海、そしてホッケーウルフ、空海の
一式千はやぶさ。ね、もう艦船のガン積みと。ちょっと、ホッケーエルフがね、あまり航続力がないのはちょっと気になるところではあるんですけど、まあ、近場の航空戦にね、出てもらおうと思います。そして第二航空隊は、道中のね、警戒時になるというちょっと厄介な彼らをちょっと殲滅していただきたいということで、天山、村田殿をね、ここで投入と。一応艦船も入れてみましたけどね、まあ、本来いらないのかもしれないんですけど、どちらかというと撃墜数がね、あんまり増やされると、熟練度が非常に厳しいことがありそうなので、まあ、この感じで出してみたいと思います。そして第3中隊は、戦闘機体、飛燕、スピリッツファイヤー、一式戦はやぶさ、新潟64戦隊ですね。こちらは後半の空襲マスに出して支援をしてもらいます。こちらも私が持てる、最高の航空隊、これをぶつけていきたいと思います。これを用意するだけでもかなり時間かかっちゃったんですけど、まあね、もう突破するにはもう、中途半端な戦力では通用しないので、嬉しいな。全力でいきたいと思います。はい、そして今日の、配信なんですけども、一応時間的には、遅くとも9時半くらいまで配信しておりますので、そこまで付き合いいただければと思います。作戦計画概要をご説明します。公団作戦、最終作戦海域、作戦要項です。好評的母艦、日清。ほいじゃけの抜病じゃ。最初の航空隊は B と A ですね。これを出して。で、第2航空隊は、これはですね。ユーマスですね。ユーマスに集中。そして、もう、第の航空隊は、空襲の R と、よし。では、出撃となりましたね。しますね。塩梅じゃの。さあ、最初のね、空襲、どんな感じになるのかね、見せてもらいましょう。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊合戦用意じゃ。急がんと。踊りゃどけ。来ちゃったか。仕方ない。始めるよ。なかなか手強いですね。初回ダメージがもらってしまうとは、やはり強い。わしが一番活躍したんかね。まあ、仕方ないね。わしゃいろいろと出来がええけんの。さあ、まずは次ね、この空襲もね、多いでしょうけども。
この運慶人、第三警戒高校序列で、を測っていきます。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊、合戦用意じゃ。急がんと。踊りゃどけ来んなよ。まずはね、最初の空襲2箇所ね、まず行きましたね。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。まあ仕方ないのう。わしゃいろいろと出来がええけんのう。こんな私でもやればできるね、テープくん。本当にありがとう。さあ、次の空襲、ここからが後半戦の空襲ということになりますけどね。運慶人でを測ります。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊、合戦用意じゃ。急がんと。このために抱いてきたこの水上戦闘機隊のね、あとは艦隊を守って、もう、突破できましたね。まずこれで3つ目。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。まあ仕方ないのう。わしゃいろいろと出来がええけんのう。続けてみましょう。これが最後の空襲マスになります。みんな、このために準備をしてきたわけなんで、突破をね、ぜひともしてもらいたい。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊、合戦用意じゃ。急がんと。踊りゃどけ。服を切らせて骨を断つのよ。おお、だいぶ抜かれたような気はするんですけど、なんとかね、合わせました。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。まあ仕方ないのう。わしゃいろいろと出来がええけんのう。で、空襲は終わりですけども、でもこれで終わりじゃないんですよね。ここが、とても自己ポイントということで、頭が悩まされるところですけど、このために支援艦隊も出しております。ね、出してもらいたい。はい、4警戒高校序列で、みんな頑張ってきてね。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊、合戦用意じゃ。警戒ではないな。あとは、出られるかどうかだよ。実は航空隊でね、3機。これは、地下艦、これも強敵ですからね。そうね、大物を狙っていきましょう。これで残りは1機。私の指示に従ってください。そうですね。T 字不利ではありましたけども、本気する暇も与えずに、こうすることができましたね。ただね、ここまでは、支援のね、助けがあるので、なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。9割か8割ぐらいは来れるなと思っているんですけど、まあ仕方ないのう。
わしゃいろいろと出来が親衛艦に使う兵装は私出演に関してはちょっともう何とも言えませんが、でもそれなりの用意はしてきました。あとは、みんなの活躍をね、こうやって見守るだけです。それではね、見ましょう。警戒高校ドレスで、力で押していこう。ありゃ、敵艦発見ぞ。艦隊合戦用意だ。警戒ではない。あとは、よし、友永隊頼んだわよ。あぶくまご期待に応えます。この航空甲板汚さないでいただきたいですわ。首都高専。あとはもう殴り合いですね。あなたって遅いのね。砲撃戦も気を抜くんじゃないぞ。よーく狙ってください。そうです。今、ね、臨戦機は命中率も高いからもう攻撃されたらダメージ中波以上確保しないといけないですけどね。全部湯張りに行った。よし、あとはもう機関のみですね。消して火を消していただきざ。叩き落とす。砲撃開始。はい。よし、突撃する。やっしゃるね。負けはしません。これでね、輸送作戦は完了なんですけどね。ただ、このボスはね、倒さないといけません。そうしないと、攻略は非常に厳しいものになります。ですから、まずは一度でもね、倒せることを、押さなくてはなりませんね。ほらね、そこにいたでしょ。カットインは当てなかったから、でもね、こればっかりはね、なんだから仕方ない。おー、島風。惜しい。砲撃です。あそこ。なるほど、なるほど。この戦力でね、これだけできるのであれば、なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。よし、これでいけそうな気はしてきた。わしゃいろいろと出来がええけんの。やっぱりそうよね。だって早いもん。どうしてもね、ポイントは勝利のよって変わってくるんで、今回は A 勝利。でもね、A 勝利取らないと減りませんからね。私が菊月だ。共に行こう。引き続き輸送作戦ね。ここでもね、頑張ってもらいたい。作戦完了じゃ。ほんまにありがたいの。これでバッチリ戦えます。補給は大事。ありがとね。補給ありがたいです。これでまた出撃可能です。よーし。全身エステ最上級コースでお願いいたします。もうちょっと長い司令官、誠にお恥ずかしいお話なのですが、嫌だな。匂いついちゃう。これで、少しお休みもらうから。島風のちょっとタービン周りも整備した。本当と言いますかね。通常のボスであれば、受けのみが中波しててもね、ダメージもっと与えられたはずなんですけどね。やはり走行時280は伊達じゃないですね。
多分大丈夫だと思うんですけどもね、基地航空隊に関しては、同じマスに集中しているのと、分散して出す場合とで、疲労のかかり方が変わってきますので、時間にして、ちょっと2分ほどね、休憩したいと思います。嬉しいな。どうよ。はい。それでは2分経ちましたので、基地航空隊のね、疲労もこれで大丈夫だと思います。作戦計画概要をご説明します。砲弾作戦。最終作先ほどは戦海域。もう作戦予想している中での最高の形でね、突破することができました。今度もね、力で海峡を乗り越えていきましょう。塩梅じゃの対空戦闘を警戒を減にしていきます。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊合戦用意じゃ。急がんと。踊りゃどけ。来んなよ。あれにちょっとね、ダメージ入っちゃいましたけどね。でも、ここは突破ができましたね。わしが一番活躍したんかね。まあ仕方ないの。わしゃいろいろと出来がええけんの。さあ、続いて、前半の空襲。その前に、基地にもね、攻撃をしてくる、深海生還も必死の攻撃といったところですね。このね、みんなの力で乗り越えていこう。ね、
こはもうそういう油断が命取りになりますからね。敵艦発見じゃ。艦隊合戦用意じゃ。急がんと。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊合戦用意じゃ。急がんと。今回もね、無傷ではちょっと抜けられない。やっぱり難しいな。ここは本当に難しい。なんじゃ、うんわしが一番活躍したんかね。まあ仕方ないのう。わしゃいろいろと出来がええけんの。こんな私でもやればできる。それだけ、もう相手も追い詰められているということ。まあ、こちらが苦しいときは、もちろん相手も苦しいわけですから。こういうときは、気持ちで負けないようにね、ありゃ、敵艦発見じゃ。頑張れ、頑張れ。合戦用意じゃ。急がんと。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊合戦用意じゃ。今回も、ダメージね、入っちゃったけども、じわじわわしがダメージがね、蓄積されていってる感じはしますけどね。仕方ないの。わしゃいろいろと出来がええけんの。ね、空襲をこれでもう一回抜ければね、ここも乗り越えよう。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊合戦用意じゃ。急がんと。ありゃ、来ちゃったか。敵艦発見じゃ。始めるよ。制空権喪失したか。ちょっとまずかったな、今のは。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。まあ仕方ななんいとか、わしゃいろいろと出来がええけんの。空襲はなんとか乗り切れたけども、ついに中破してしまいましたか。ここまで来れば、もうね。では、どういう戦法を取ってくるか。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊今回も感情陣で来てくれた。よし、これで抜けられるはず。みんな頼む。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊合戦用意じゃ。急がんと。としてよろしくね。よし、これで半分はね、押して。あとは、あと2隻。砲撃戦も気を抜くんじゃないぞ。大丈夫。戦争攻撃です。だってよし。なんとか道中はね、ちょっと海風がダメージを負ってしまいましたけども、みんなのカバーをしてくれましたね。わしが一番活躍したんかね。まあ仕方ないの。わしゃいろいろと出来がええけんの。真のレディーのたしなみでもありますわ。ありがたくいただきますわ。みゆきだよ。よろしくな。はい。
みゆき、よろしくね。まあね。突破がまずは第一目標ですからね。ではね、1回目、戦闘となります。第4、4回高校序列の戦闘、西です。みんな、頑張ってきてね。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊。あ、出てしまった警戒陣。これをどう抜けられるのかな。もう、回帰での、まあ、課題ですね。たとえ最後の一巻になっても、叩いてみせます。あぶくま、ご期待に応えます。しかも、T 字フリッカいっちゃって。ー。では一番引いちゃいけないやつを引いてしまったな。覚えてろよな。また来るんだからね。メガネが。あ、大丈夫。違う。砲撃です。砲撃でも気を抜くんじゃないぞ。皆さん、私の指示に従ってください。大丈夫です。メガネはどう？この攻撃は恐るべし。これを抜くのはね、踊りゃ落とせない。本当に困るんですけど。叩き落とす。はい。やっちゃうからね。よく狙って。席以上落とさないといけないのに、もう野戦に行けるのも4隻しかいない。一人一冊。なんか。あ、行かないで、行きます。ちょっと無理ですね。これ以上やっても、ダメージがね、増えるだけなので、今回は、作戦中断しましょう。これはもう仕方がないですね。作戦完了じゃ。ありがたいの。いや、あれが、これでバッチリもう今回のね、補給は大事。ありがとう。鬼門と呼ばれる、これでまた警戒時のページフリ。いや、恐ろしい。あれはもう、戦いたいんだけど、ちょっち抜けないな。司令官、誠にお恥ずかしいお話なのですが、ごめんなさい。お言葉に甘えて、休まりますね。まあ、お風呂は嫌いではないけれど、直すよ。まあ、ちゃんとボスまで到達できてますからね。あとはもう回数で、これだけ。結構並走はデリケートなの。丁寧にね。あそこに全てがかかっていますから。提督よ。わしか？わしの出番か？しか作戦計画概要をご説明します。さっき、制空権を捉えてしまったからな。どうし、もう一体出した方がいいな。そうなると航続距離が問題か。最低でも。最低でも5ないといけない。
こになると熟練が出せなくなっちゃうから。これを信じていくしかないな。ではね、ここもちょっと休憩をしないといけないので、10分かな。嬉しいな。それではね、3回目の続き、読みたいと思います。どうよ。作戦計画概要をご説明します。講談作戦最終作戦海域公標的母艦日清。ほいじゃけの抜病じゃ。本当にボスのね、未開人恐ろしいですね。映画を見る。本当に無理だ。出されたら。力が及ばないというか、もう完全にシステム的にね、あれほどの
戦闘力はちょっと持ち合わせていないですからね。この輸送連合艦隊であればね。まあ、水上艦隊でもちょっと怪しいというかね。いい勝利は取れるかもしれないですけど、やっぱり A を取るのは、まあ、それはそれで、勝てるところを勝っていきましょう。もう全て勝つ必要はないんでね。まずは第一の空襲、一歩一歩向けていきましょう。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。まあ仕方ないのう。わしゃいろいろと出来がええけんのう。こんな私でもやればできるね、テープくん。本当にありがとう。次のね、空襲突破を図っていきます。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊合戦用意じゃ。急がんと。踊りゃどけ。来ちゃったか。仕方ない。始めるよ。よし、今回のね、空襲マス。わしが一番活躍したんかね。まあ、仕方ない突破をしていきましょう。わしゃいろいろと出来がええ。3戦目。ここから、ちょっとね、厳しくなってくると大丈夫かな。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊合戦用意じゃ。急がんと。踊りゃどけ。来んなよ。まだ制空権を喪失しましたけどもね、なんとかね、ベルも続けられましたけどもね。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。まあ仕方ないのう。わしゃいろいろと出来がええけんのう。本当にありがとう。これちょっと足りないんだな。やっぱり喪失状態だとね、展開考えますとちょっと問題が。そうなると、航続距離のある戦闘機体を出すしかないかな。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊合戦用意じゃ。急がんと。その航空隊を引くかもしれない。航空隊のありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊合戦用意じゃ。急がんと。なんじゃ、
一番活躍したんかね。まあなんとなく抜けてる感じがしてちょっと怖いんですよ。わしゃいろいろと出来がええけんルシウマスはね。突破できるときはするんですけど、突破できなくなったときが怖いですからね。今は突破できましたから、よしとして、今は、ますね。ユーマスも怖いんで、ありゃ、みんな頑張ってきてね。間発見じゃ。艦隊合戦用意じゃ。急がんと。よし、今回も単獣人で来てくれた。よし、一気落とせたな。よしよし。踊りゃどけ。そうね、大物を狙っていきましょう。よし、これで敵部隊も残り3機。残り2機。砲撃戦も気を抜くんじゃないぞ。メガネが5連装大丈夫。足が砲撃です。振り聞かせて。いや、T 字振りではね、ダメージが入らない。叩き落とせ。ファイファイ踊りゃどけ。よし、突撃する。かすみ姉さん、あられもいい感じ、いい感じ。負けはしここはません。抜けられればいいから、もう破戦はしません。何この拍手喝采は。こんな私でもあれが何かしたの？テープくん、本当にありがとう。ここはね、みんなの力で、振り切って、今まで来ましたからね。あとは、ここに力をすべてぶつけるだけです。4警戒高校所です。みんな頑張って、ほんとね、頑張ってください。ほんとお願いします。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊合戦用意じゃ。急がんと。また出てしまった警戒陣。今日2回目の警戒陣です。第二次攻撃の用を認めます。でもなんとかね、1隻を落としてやった。でも、こちらも2隻やられてしまったんですよ。やっぱちょっといろいろ積みすぎたのかな。当選ならまだ可能性がわずかに。よく狙ってください。服を切らせて骨を断つなよ。今勝利するためにはあと2隻落とさなくてはなりません。この道が本当に当たる。まあ、かわすことは無理ですからね。4本来たら、4隻残れる。静風も。4隻が残ってるから、なんか。どんどんダメージがね、蓄積されちゃいますね。この海域から出ていけ。かすみ姉さん、あられも野戦にもこの警戒陣っていうのは打っちゃうんだね。でも今回やってみる価値がある。やってみよう。どこかの野戦バカには負けないから。野戦のできるすべてのね、この航空艦ここで汚さないでいただき大半ですね。たいですわ。後で感想たっぷり聞かせてね。あと1機。花からそうよね。ボスに行ってしまった。
つだき。これは敗北ですね。一方でしたけどもね。いやね、さっきに比べたらもう全然ダメージ与えてますから、これはこれで、OK です。作戦完了じゃ。お疲れ様。ほんまにありがたいの。これでバッチリ補給は大事。ありがとう。補給ありがたいです。これでまた出撃可能です。よーし。わしゃこう見えて足が速うて、そう作戦計画概要をご説明します。すごい。それは4機か。第三航空隊。気にした方が良さそうだ。知らねえ。地中隊見よう。で、して、はやてか、やってみね。応戦隊。と、
出撃するもっに。と戦いたいんだけど、ちょっちお風呂。ちょっと長いお風呂になりそう。いいよね。ああ、休まりますね。全身エステ最上級コースでお願いいたします。ごめんなさい。お言葉に甘えて伝送法ちゃんも修理してあげなきゃ。司令官、誠にお恥ずかしいお話なのですが。ああ、もう何しちょるん。それでは、出撃ね、していきたいと思います。肩を覆ってくれるのかの。あー、嬉しいな。どうよ。いや、作本戦計当に画概要をキモいな。ご説明します。講談作戦最終作戦海域作戦要項です。物資もようけこと積んだし届けたいの。皆の衆、抜病じゃ。届けたいけども、あ、間違えた。あ、ちょっと、しまった。やっぱり疲れてくるとね、こういうご出撃があってしまったんで、これは、ダメかな。期待した方がいいかな。塩梅じゃの。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊、合戦用意じゃ。急がんと。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊、合戦用意じゃ。急がんと。よし、まずはね、最初の優秀マスは完全勝利と。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。まあ、仕方ないの。わしゃいろいろと出来がえ。今回の回帰ほどね、制空計算をちゃんとしてないといけないというのをつくづく痛感しますね。松尾さん、今日も来ていただいてありがとうございます。今日はね、ありゃ、多分一番敵艦今回のイベントで厳しいと言われている合戦用意じゃ。急がんと。第二輸送作戦をね、おります。さっきからね、連続のボスの警戒時に苦しめられております。敵艦発見じゃ。艦隊、合戦用意じゃ。急がんと。なんとか今回も、復讐の方はね、みんな力を合わせて乗り切ってるんで、このまま、突破できると信じています。わしが一番活躍したんかね。まあ、仕方ないの。わしゃいろいろと出来がええけんの。E4 にガンバですね。もうね、応援をいただけるだけで本当ありがたいです。ここは、やれるだけのことをやってもね、抜けられることどうかわからない。敵艦発見じゃ。まあ前調べた段階でもう分かりきってたことですから。ちょっとね、1航空隊もね、間違って国家しちゃったの私のミスですからね。
始めるよ。一回もね、少しダメージ出ちゃいましたね。ほんとね、林世紀さんのね、警戒時に、とんでもなく優秀ですし、わしが一番活躍したんかね。最初T 字フリー引いた日にはもう全然ダメージ入らなくてね、もう野戦に行く選択肢さえ、もう取ることができない。ではもう、その作戦が難しいということを物語っている、その通りを体現している。ありゃ、厳しいな。敵艦発見じゃ。艦隊、合戦用意じゃ。急がんと。踊りゃ。来ちゃうな。来ちゃったか。仕方ない。始めるよ。よし。空襲マスをね、これで突破できました。次のところもね、警戒時に来る可能性が否定できませんから、わしが一番見てられるかどうか。活躍したんかね。まあ仕方ないすごいな。な。わしゃいろいろと出来が第4警戒高校序列、行ってみましょう。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊、合本当にね戦用意じゃ。急がんと。宇宙人来てくれた。ここは、今のところ、いい感じに来てますね。そうね。大物を狙っていきましょう。よし。部隊も、私の指示に従ってください。残り4隻。メガネが。あ、大丈夫。違う。服を切らせて攻撃です。骨を断つなよ。よし。残りあなた3隻。そうだね。そこにいたでしょ。この攻撃は2本飛んでくるけど、どうかな。なんとか中波で回ってくれた。姉は無事です。本来ね、ここに基地航空隊出さなきゃいけないのに私、空襲マスにね、出してしまった。あれ、ほんとに黙れる。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。まあ仕方ないの。私でもやればできる。わしゃいろいろと出来がええけんの。ありがとう。あなたが司令官ですね。三日月です。どうぞお手柔らかにお願いします。はい。なずき、お手柔らかにお願いします。さあ、いよいよね。これが今日、4回目のボス戦かな ?4 回目か。まだね、3回中2回警戒時に当たってますからね。お願い。30人で来てお願いします。ありゃ、敵艦発見じゃ。よし、定型人。今回こそ。よし。これでね、戦力は半分まで。なんてざま。覚えてろよな。また来るんだからね。メガネが。大丈夫。違う。砲撃です。あそこ。と臨世紀はね、当ててきますよね。砲撃戦も気を抜くんじゃないぞ。花見、
ダメージを受けながらでもね、当てていく。で、あと1本。遠征機をね、そうそう。まだね、支援もいい感じに来てますし、決勝利をね、取っておかないといけないこともあるんで、このまま予選に突入します。なんとか、科学するところまでね、行きたい。硬い。これでもね、300いくのいいのか。硬い。もう一撃必要だね。カットイン2発ぶつけないと落ちないな。そうか。でもね、そう作戦、ようやくね、2回目。来たかも。これで OK です。それで残りが690と。白露型駆逐艦村雨だよ。みんなよろしくね。いやー、ね。私は基地航空隊を頑張らなければ、ね、こんな楽に野戦に行けたはずなんですけど、ちょっと基地航空隊を出し間違ったのが、それでもね、こうやって輸送作戦決めてくれたから、本当にみんな頑張ってくれました。私の方がミスってしまった。本当に痛まれる。少しお休み。司令官、誠にお恥ずかしいお話なのですが、お風呂にお風呂は一応警戒心でなければ、勝利取れるということは、自信になったこともあるのでね。私たちを信じて、お役の方をね、続けていきたいと思います。そしてね、さっきね、私が間違えて出してしまったためにも、村田隊がね、殲滅と。これで、何をやっているのか。熟練弾はまた、後でするとして、今は、基地航空隊に出しちゃってるから、編成を変えて、基地航空隊、出し間違い、どんまい、ありがとうございます。なかなかね、そういうガバを言ってしまうのが、せっかくみんな頑張っているのに、こういうことになってしまうのは本当にね、申し訳ない、ということで、どうしようかな。衛星回路優勢海外の、これ他に、他の関数持ってる優勢海路ちょっと、
隊。三段式甲板はいりませんよね。近代化改修ありがとうございます。何しちょるん？ね、基地航空隊の入れ替えをしてから出撃となりますので、少々お待ちください。正解に任せて、で、大スタイスそして、機種転換中で、うちの中隊、金隊ですか。金よ。そういうことしそれではね、輸送作戦続けてやっていきましょう。ご説明します。本当にこの大気はね、難しい。単純に難しいです。本当によくクリアしてる人はね、いるってことはちょっと、怖いな。作戦計画概要をご説明します。公団作戦最終作戦海域公標的母艦それでは、日清行きましょう。ほいじゃけの抜病じゃ。違ったちゃんと。今度は基地航空隊ちゃんと出してみますのでね。まあ、当たり前のことをやっぱり当たり前にやらないとね、いい結果は望めませんから。それでは、最初の空襲マスを測っていきましょう。連携陣で、ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊合戦用意じゃ。急がんと。よし。あとはね、この空隊で、来ちゃったか。仕方ない。始めるよ。熊のダメージ入っちゃいましたけどね。なんとか、最初の空襲マス突破できましたね。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。かつおべさん、コメントありがとうございます。仕方ないの。自分は E4 の機密攻略途中に、回帰から間違って中部回帰に編成してしまいました。中部回帰、基地航空隊の配置できますからね。でもそれもなかなかやってしまうとね、機種転換するだけで12分最短でね、かかっちゃいますしね。なかなかそれはちょっと苦しい配置の仕方になっちゃいますね。私もそういうポカをしないように、編成の方ね、
一つ一つこう指差し確認しながら、いきたいですね。ありゃ、来ちゃったか。敵か発見ぞ。始めるよ。合戦用意じゃ。急がと。よし。もうね、受けられましたね。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。まあ仕方ないのう。わしゃいろいろと出来がええけんのう。本当にありがとう。よし。で、第三空襲の前に基地空襲。空襲、雨あられ。そうですよね。指差し確認。ね、これが、この海域では特に、大事になってきますから。基地航空隊の、制空地争いで、これで大丈夫だろうと思って、自信満々できたつもりがね、いざ始まってみると、予想よりもね、弱いことが分かって、急遽、基地航空隊の編成を入れ替えたりしてる始末ですから、この経験をね、次はちゃんと生かしていきたい。今回も受けられましたね。もう一つ。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。まあ仕方ないのう。こんな私でもやればできる。いろいろと出来がええけんのう。本当にありがとう。さあ、この空襲ますね。なんか、突破して、いきたい。できる。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊、合戦用意じゃ。急がと。踊りゃ、どけ。来んなよ。よし。空襲はね、なんとかね、想定した通りの展開にはなってくれてますね。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。まあ仕方ないのう。わしゃいろいろと出来がええけんのう。さあ、ここからは水上戦闘となります。第3、違う。第4警戒航行序列。基地航空隊もね、つけてくれるから、必ず突破できる。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊、合戦用意じゃ。急がと。よし。踊りゃ、どけ。ちょっと地球がね、怖いところではあるんですけどもね。そうね。それ、大物を狙っていきましょう。よし。ここまではね、もう大体こう、想像できる展開としては、もう、これ以上ないっていう展開でね、持ってこれましたね。軽巡洋艦、神通です。どうか、
よろしくお願いいたします。はい。G2 さん、よろしくお願いします。みんなの力で、今まで輸送物資ね、運んでこれたので、あとは最後、行ってみましょう。第4警戒航行序列。戦闘形態ね。見守っていきましょう。よし、誕生時。あとは戦闘形態。ありゃ、敵艦発見だ。艦隊合戦用意じゃ。たとえ最後の一艦になっても。よし、いい支援だ。ね、追犯艦の2隻を落としてボスを叩いていきたい。そうです。今手を切らせて骨を断つなよ。この航空甲板汚さないでいただきたいですわ。ご連装酸素魚雷どういっちゃって。この攻撃は皆さん、来日2つか。いやー、機関に行ってしまう。輸送作戦の方はね、これで完了してますけどもね、このボスをなんとか1回でもいいから倒しておきたい。それを見たい。そのための野戦です。最高例だ。いいです。シューズレバー。惜しいな。もう一撃。もう一撃ね。それがなかなか届かない。でも、輸送作戦は成功ですからね。手の人様。私ですか？お気並みが一番って、私、すみません。これで、ここにね、585になりましたね。私が鳥海です。よろしくです。はい、鳥海さん、よろしくお願いします。作戦完了じゃ。ほんまに疲れたのう。ありがたいのう。これでバッチリ戦えます。そうですね、輸送できれば、ここは、OK ですからね。ね、あとの、ちょっとギミックのことを考えるとね、やっぱり一回でもこう、勝っておく、そういうちょっと、体験をね、しておくというのが、精神的にだいぶね、余裕がまた生まれてくるところではあるんですけど。で、多分、さっきにしたい、集体がね、落ちているので、ね。
拡大のためにね、用意してきたハヤブサ3型4をね、配置して、少しでも、やる感じはね、まあ、ギミック熱勝利もね、いける感じはあるんですけどね。今まではね、道中、比較的突破しやすい感じで来てはいるんですけど、後々に来るとね、今度、ボス戦に行くまでに撤退をしなければいけないというね、まあ、そういったケースも十分考えられるので、そのことを考えると、結構いい流れで来てるうちになんとかね、決勝利を取ってね、いきたいとこなんですけどね。それではね、戦況していくわけなんですけども、今日はね、これが最後の出撃となります。ということで、会期は一つ一つ確実に、積み重ねをしていくことが重要だと思いますのでね。まあ、これでボスにでも行かなくても最後の出撃となりますので、よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。行作戦最終作戦海域物資もようけこと積んだし届けたいの皆の衆抜病じゃ。私の心境は今、日清が話してくれた通りの心境です。せっかくここまで運んだ物資、最後までね、育てておきましょう。頑張れ、コメントありがとうございます。さあ、ここからは対空戦闘となりますね。ミオ、運慶人、ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊合戦用意じゃ。急がんと。踊りゃー、どけー。来んなよ。まずは最初ね、空襲。明日は、ほぼ無傷でね。これは完全勝利じゃないかな。よし。最初はいい出だしですね。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。まあ仕方ないの。こんな私でもやればできる。わしゃいろいろと出来がええけんの。本当にありがとう。基地航空隊に攻撃されるのも辛いな。でもね、輸送作戦のためには、まあ陸海、その協力体制終わって初めて成立しますからね。敵艦発見じゃ。艦隊合戦用意じゃ。急がんと。日清さんは、黒猫か瀬川とコラボできそう。輸送っていうつながりでね。もしコラボしたら、宅配便の横にね、デカデカと
プリントされるとね、まあ、そういうのも見ていて非常に楽しいですよね。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。まあ仕方ないのう。わしゃいろいろと出来がええけんのう。まずは前半の空襲マスはこれで終了。ここからは後半の空襲マスになります。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊合戦用意じゃ。急がんと。航空隊のみんな、ありゃ、来ちゃったか。敵艦発見じゃ。始めるよ。合戦用意じゃ。あれだと急がんとしちゃうよ。ヒダをね、抜かれちゃったな。でもまだ勝破だからね。うん、なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。まあ仕方ないのう。わしゃいろいろと出来がええけんのう。続けて、後半のね、空襲マス、していこう。ゲージン、基地航空隊と、陸海のね、共同体で、していきます。敵艦発見じゃ。艦隊合戦用意じゃ。急がんと。踊りゃロケー。し、来んなよ。どうだ。よし、かわした。ねえ、きついな。もうこうやって抜けていかないことにはね。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。まあ仕方ないそに対する挑戦権も得られませんからね。ね、水上戦となります。さあ、みんな頑張ってきてね。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊出ちゃった。2回戦ついにここで出てきたか。ここ一番恐れてた途中警戒陣出ましたね。まあそのための基地航空隊なんですけどね。踊りゃロケー。そろそろ反撃よ。全艦戦うわ、当たらねえ。ご期待に応えます。皆さん、よーく狙ってください。これ見守るしかないですね。そうです。一人持ってかれるのはもうやむなしですね。いっちゃって。服を切らせて骨を断つなよ。感想たっぷり聞かせて。そこにいたでしょ。あぶくま、ご期待に応えます。大丈夫か。よし、手が。日清好評敵対発艦始め。ファイこうやっあと一撃。よし、かわした。いける。この海域から出ていけ。負けはしません。ね、今回ね、初めて道中警戒陣出ちゃいましたけどね。まあ、当たり前なんですよね。こうなんじゃ、来ちゃうと、わしが一番活躍したんかね。苦しいね、変化になるんですけどもね。わしはいろいろと出来がええけんの。軒並みが一番って、でも基地航空隊が半分くらい下ろしてくれたんでね、よかったんですけど。いやー、ね、油断できないんですよね、どこもかしこもね。
そうですね。許されましたけど、まだね、本番ですから。行ってみましょう。みんな、頑張ってきてね。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊合戦用意じゃ。急がんと。おりゃどけ。たとえ最後の一艦になっても叩いてみせます。皆さん、私の指示に従ってください。従ってください。まあ、今回はね、単純人、まあ、打ち合いですからね。メガネが、あ、大丈夫。違う。砲撃です。あそこ。そういう意味ではね、砲撃戦も気を抜くんじゃないぞ。こちらの攻撃も当たらないですけど、向こうも当たらないし、あと感想たっぷり聞かせてね。2発か。どこに来る？あ、全部あぶくもいったか。もう殺した。あられ、ナイスだ。この海域から出ていけ。やっちゃうからね。かすみ姉さん、よくちょっと割合、中波まではね、来たかったけど、でもね、いい流れで来てますね。輸送作戦はこれで完了しております。あとは、勝利を。どこかの野戦バカには負けないから。そこに来たか。やっぱちょっといろいろ積みすぎたのかな。後で感想たっぷり聞かせてね。割合。切らせて骨を断つなよ。花なんてそういうのね。いったー。よし。違う。砲撃です。あそこ。シャマを沖縄に出たぞ、出たぞ。で島風が海にはね、多分やってくれると思ってましたので、ね、ついに勝利取りました。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。まあ仕方ないの。わしゃいろいろと出来がええけんの。沖波が一番って、私すみません。で、残りが435と、いうことになりましたね。シムシュ型解剖艦一番艦シムシュっす。司令、沿岸防衛はこのシムシュに任せるっす。海を守る解剖艦っす。シムシュ、いらっしゃい。ね、勝利の後にはね、こういう出会いが待ってるっていうのも非常に嬉しいですね。作戦完了じゃ。ほんまうんにまあ、という感じでね、今日は輸送作戦第2ゲージの方ね、やらせていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。やっぱりね、こう、最近の流れからいくと、やっぱり時間のかかる攻略だとは思うんですけど、でもね、焦ってやってしまってもね、さっきみたいな、誤った出撃をしてしまうこともありますので、じっくり腰を据えて、攻略の方は続けていきたいと思いますが、今日はこちらの方で終了となります。シムシュ、コメント、コメントありがとうございます。それではね、今日は最後に、前回ちょっとできませんでしたけど、今日は何の日コーナーをね、やらせていただきたいと思います。ちょっと用意するので、お待ちください。はい、それではね、
今日は何の日コーナーやらせていただいています。本日12月30日は星鶴期となっています。今イラストで出ているの星鶴っていうね、説明をしますとね、昭和、平成時代のね、小説家、SF 作家の星新一さんの、亡くなられた日となっております。この日は星鶴期とも言われております。今出ているね、このイラストはその星鶴という星新一さんのサインで考案したイラストになります。架空の鳥のイラストで、今も話しましたけども、サインなどの際に使用したものだったんだそうです。星新一さんは膨大な作品量を出していながらどの作品のね、質が高いと。そして、短い短編小説よくよくね、書かれていたということで、ショートの神様と呼ばれていました。一方で電気小説などのノンフィクション作品もね、手掛けているということで、小松左京、筒井康隆と共に SF 御三家と呼ばれていました。斬新な発想と奇抜な結末を備えたショートの第一人者の名手として、ぼっこちゃん、1958年度約1000編を超える作品を発表しております。私もこの方の作家の名前は知ってまして、ぼっこちゃんだけはね、読んでいました。なんていうかね、やっぱり SF チックなお話なんですけども、何かこう、妙にリアルなね、日常生活に何かこう、直結する、そういった作風で、初めは、なかなかなんでこういう話なのかななんて思っちゃったりもするんですけどね、読んでいくうちに、なるほどなと。すごい合理的に考えられた。もうちょっとね、真似はできないななんてちょっとね、変わった作風をされている方ですから、もしね、機会がありましたら、ぜひ、読んでみたいなとは思っています。1997年、平成9年ですね。の日に、71歳で亡くなられたそうなのでね。今日はね、星鶴期、星新一さんの紹介をさせていただきました。本日はね、横断作戦の第二輸送作戦パート1ということでお送りさせていただきました。当初ね、話していた通り、1回や2回ではちょっと終わらないんじゃないかなと思ってはいたんですけど、今日は、ゲージの方は半分近く削ることができましたので、残り半分ね、何回かかろうとも攻略していきたいと思いますので、次回も一緒に攻略の方をね、楽しみながらしていければなと思います。本当最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。今年もあと明日で最後になるんですけど、準備が整いましたらね、また配信いたしますので、その時はね、また最後までお付き合いいただけると嬉しいです。またチャンネルね、登録もしていただけると、いつでもね、応援に来てもらえるということもあるので、ぜひよろしくお願いします。本日はご視聴ありがとうございました。また次回ですね、お会いいたしましょう。皆さん、お疲れ様です。
空母級さん、かつおべしさん、配信お疲れコメントありがとうございます。次回もね、いいところを見せられるように準備しますので、楽しみにしていてくださいね。それでは、失礼いたします。じゃあね。